だからこの睡眠っていうのは本当に医学的にも何やと分かってないでしょうね。科学的な説明ないんでしょ。仏教の説明する前に。誰にでも科学的な説明分かるでしょうね。睡眠の説明はないんです。ただ分かりやすいところはこの肉体は激しく動かせないんですね。ずっと肉体を動かしちゃうともうちょっと休ませてあげなくちゃいけないんですね。そうするとこの肉体を使っちゃうといろんな化学物質が生まれちゃうんだから、それはある程度で体から外へ出さなくちゃいけない。疲労物質っていうのはこれはかなり痛いんですから残っちゃうと。だから適当なサイクルで動物も人間も寝るっていうことをするんです。寝ると言ったって体停止してるわけじゃなくて、激しい運動はしないことにする。その時は耳と目もあまり機能一時停止するんです。なぜならば目から耳から情報入っちゃうとまた脳が興奮しちゃうんだから、また肉体が動いちゃうんですね。だから一旦アイドリン状態にするだけなんですね。だからこの体が疲れたら煩悩がない人も疲れた分は体休めなくちゃいけないんですね。で一般人間はもうストレスだらけで心のストレスはひどいんだからね。だから脳がくたくた壊れてるんですね。だから脳の中でこの各モデュールがさっさと電気信号を送ってないんです。いろんなところで引っかかったりするんですね。だから脳もなんとなく勘違いして寝なくちゃと思っちゃうんです。寝てもそれは解決しないんです。だからそういう人々は結構長い時間寝るんです。長い時間寝る場合は子供以外は病気なんです。で心が明るいんだったら脳が何のことなくしっかり活発に活動しているならばそんなに睡眠はいらないんですね。皆様にも経験があると思います。すごく面白いことなんか楽しくてしょうがないことやるとあっという間に徹夜してしまっちゃうでしょうね。で次の日は疲れたことなく別に仕事に行くんです。嫌なことをやって徹夜したら昨日もなんて徹夜しちゃって疲れちゃった嫌だこれはと文句言うんですね。だから脳が問題ですね。脳が元気だったら睡眠が短いんです。で睡眠がいるかいらないかとかわからない。修行中だ場合はお釈迦様はものすごく睡眠には反対しているんですね。でだから修行中人は煩悩があるんだから寝たいんでお釈迦様に怒鳴られるんですね。だからいやいやでこんなことだったら病気になるかもしれません。でもお釈迦様言うんだからと言って頑張って瞑想するんで先生問題は起きません。なぜならば脳がきちっと回転するようになるんです。そうなってくるとお釈迦様に言わなくたっても自分の意思で徹夜して瞑想するんです。で瞑想する方々はねみんなにその経験があるんですね。きれいさっぱり脳みそから何欲と言うんですかあれ。睡眠欲が消えたっていうことはね
睡眠を聞いても肉体も元気で心もすごく明るい、すごい活発になるんです。即世間のこととはね関係ないよ。即世間は煩悩いかに拡大するのかっていう話でしょうね。だから過労、金儲かりたくて体に耐えられないぐらい仕事をする。それは自己破壊するのは勝手ですからね。それでまた睡眠時間減らせとかね、あるいは8時間10時間寝なさいとか、わけもわからないこと、矛盾だらけのことを言ってるんですね。医学的にも、睡眠は何かとわからないんですね。特に病気になったらよく寝るでしょうね。病院に行ったらやっぱり眠れるように薬あげるんですね。だから眠ったら肉体が休んじゃうんですね。休んでる間で自動修復するんです。薬にはそんな力がないんです。体を治すのは体自身で治さなくちゃいけない。だって骨が折れたらもう体が骨つながってくれるんですよ。こいつは骨が折れてるくせに走るんだったらもうどうしようもないでしょうね。そこは炎症を起こしちゃって足を切断する羽目になっちゃうんです。だから休まなくちゃいけないんですね。その場合ははっきりしていますよ。だから病院だったらベッドしかないんだからね。で一人一人のベッドありますけど、座るところあるんだけど一人に一個一個ないでしょ、座るソファーとかは。だからそこら辺どこかでちょっとした場所があって、そちら座って喋りたい患者さんがそちらに行く。でも自分にはちゃんとベッドがあるんで、ベッドで寝ればいいんです。寝たら体は自分で治すんです。そんなことでね、あまり喋りたくないテーマでもありますけど、とにかくこの方は何聞いてるかもよくわからないんだけどね。一応言ってる通りですね。煩悩がなくなって、いわゆる少なくなって弱くなっていくと脳は疲れませんね。脳はすごく明るくなるんですね。その場合はもし一日すごい体力使って頑張ったならば眠くなるんです。それで体が修復したらすぐ目覚めますね。はい、次に行きましょうか。